こんにちは。今回は第11項として、構図と視線誘導の考え方について、僕なりの考え方をお話しして、その後に、僕のラフの構成の仕方の手順について、実際に適用する部分について実践していこうかなと思います。つまり、四角い画面をいかようにしてよく設計できるかといった部分について、今回は話すわけです。はじめに一つ申し上げておきますと、この構図という要素っていうのは、前回の光と色の理論と同様に、いろんな要素が関わっている理論にはなっています。ただし、明確に違うのが、構図っていうのは人の主観的な感覚に基づいているっていうことです。光と色のルールっていうのは物理的な現象であるので、どんなイラストでも現実でどうなるかという絶対的な道しるべがあったんですよね。一方で、構図や視線誘導というのは人の感覚から来るものが多いので、理論がすごく曖昧で、これから教える一つ一つのつながりが薄いんですよね。例えば、物理学ではいろんな公式が生み出されているんですけども、これらのほとんどが一つの、例えば運動方程式という大元にある法則から導き出すことができます。前回の講義では、光と色の大元の法則を話した後に、それに基づくイラストへの応用だったり、発展的な現象について、フレネル効果などあると思うんですけど、そういうのをお話ししてきました。しかし、今回の構図と視線誘導っていうのは、一つ一つが、言ってしまえば、国語を勉強した後に社会を勉強しているような、独立した要素の集合体でできていることが多いです。言い換えれば、一つ覚えたらすぐに実践で活かせるとも言える、基礎理論というよりは応用に近い部分が多いので、日々の生活からコツコツ拾っては積み重ねていくっていったところも意識するといいんじゃないかなと思います。長くなってしまいましたけども、今日はまず画面構成の要素とテクニックをそれぞれ説明した後に、それらをどうやってイラスト制作に落とし込んでいくか実践できればなと思っています。まずは構図や視線誘導など画面構成の要素を学ぶ目的をはっきりさせましょう。画面構成の目的について、僕としてはテーマは何か、イラストで何を見せたいのかを、見る人に正しく伝えるためというのを一番に設定しています。SNS に上げる絵でも、お仕事のイラストでも、結局は見るお客さんがいるわけですね。そこでお客さんが見たときに、パッと見て何が主題なのかわからないといけません。SNS ではせいぜい見る人は1秒見て、その人がイラストをタップしてじっくり見てくれるか、流してしまうかっていったところが決まります。その一瞬でその絵の魅力を伝えるには、画面構成をしっかり整理する必要があると思っています。もちろん、さらに重要な要素として、色彩と違和感のない人体デッサン、特に顔の、バランスなどっていうのはありますけども、構図っていうのは SNS で勝負するのに、その中でも一つ明確な武器になり得ると思っています。で、テーマをしっかり伝えるには、パッと見で一番強調したい部分がわかる必要がありますし、さらに言えば、見る人がイラスト全体を細かく見てくれるわけじゃないので、視線がどのように流れて、どこで止まるのかっていったところを設計することも重要です。これらをイラストに落とし込めるところまで学ぶのが今回の目的だと思ってください。プラスアルファで、テーマを伝えるっていう一番に準じて、面白い画面を作るための細かいコツっていうのを適宜挟んでいければなと思っています。では、画面構成の具体的な要素とどう落とし込んでいるのかという部分を見ていきますが、最初はイラストの印象を決める3つの要素として、面と線と、そして点の持つ役割と具体例を話していこうかなと思います。まず、面とは、イラストのだったりキャラクターのパッと見た時の印象を決める要素で、より狭い意味では、シルエットとも、言えると思います。これは、明確に、意識はせずとも、見る人にとっての第一印象を、潜在的に決める要素の一つです。なので、特に二次創作では、キャラの大まかなシルエットっていうのが原作に準ずるように、意識して制作しているっていうのが僕の意識ですね。そして、シルエットをそれぞれ簡単な図形に落とし込んだとき、印象として三角形では安定した落ち着いた印象を与えまして、で逆に、逆三角形のような、形だと不安定で今にも動き出しそうな印象を与えるかと思います。そしてひし形のシルエットっていうのは、これらの中間に位置するのでバランスの取れた印象になるかなと思います。他には、数字の8の字などのシルエットっていうのは神秘的でどこか
神様のここが差し込むようなそういう神聖な雰囲気っていうのを醸し出すこともできます。例を見ると、左の2枚のイラストでは、キャラの性格を比較的おとなしめに設定しているので、大まかな意識としては三角形を想定しながら、進めました。逆に右のバーベルを持ち上げているイラストを見ると、動的な印象が強く伝わるんじゃないかなと思います。少なくともこの状態が安定で維持されそうにはないですよね。そういった感じで、戦闘中のシーンや活発な性格の、キャラを描くときっていうのは、こちらの逆三角形が有効になりそうです。中間の場合だったり、あまり、こういったイメージを重要視していないときっていうのは、ひし形を、やんわり意識しながら進めると、意図しない印象だったり、ごちゃついた画面になることを避けつつ、進められると思うので、ひし形は結構無難な、選択肢になるかなと思います。次は線と点についてです。線は画面の視線の流れを誘導する要素になっていて、イラストにおける線画や、明暗の境界線などがその機能を果たしてくれると言えます。点は注目が集まる要素となっておりまして、目立つ物体はもちろん、キャラクターイラストだと手がその役割を持つことがよくあったりします。なので、手をどこに配置するかっていうのは、結構キャラクターイラストにおいては重要な部分かなとも思いますね。補足すると、エフェクトっていうのは多様な形を表現することができますので、画面をより面白くするために、線と点を表現するのに、とても便利に付け足すことができるアイテムだと思います。このように、面が印象を決めるのに対して、線と点っていうのはどういう順序で視線が流れて、どこで視線を止めてじっくり見てもらうのかっていったところを決める要素であると言えるんじゃないかなと思います。これらを駆使して、イラストというテーマパークの案内ルートを作ってあげるといったイメージで使ってあげましょう。ここからは具体的な視線誘導のテクニックたちを、僕が知る範囲で有効な範囲で、お伝えしていければなと思います。まずは視線誘導の原点をお話しすると、基本的に人間というのは顔として認識できるものがあると、最初にそこに、視線が誘導される傾向にあります。なので、あまりテクニックなど、工夫などをすることなくとも、最低限視認性っていうのが、確保されていれば、キャラの顔を最初に見てくれるといったことになります。そこからスタートする視線に対して、まずは体や腕といった線的な要素っていうのが誘導するルートを最終的に画面の外に出すことっていうところが一つのコツとして有効になります。そうすることで画面の外への空間だったり世界観の広がりっていうのを感じ取ることができるようになります。窮屈な印象というよりは広く自分がその世界に立っているようなそんな感覚になってもらう方の方がクオリティを高く感じることができると思いますよね。その上で画面外に出た視線っていうのが、再びキャラに戻ってくるルートをつなげてあげるっていったところももう一つ意識してあげるといいと思います。こうすることで、見る人が新たなルートから、見どころを探しに出るたびに、もう一回スタート、リスタートしてくれますので、長く作品を鑑賞してくれるようになるんですね。そして次は線を利用して点を作り出す方法です。下の部分になっていますけども、今見る人には、できるだけ作品を長く鑑賞してもらえるようにしたいと、述べたんですけども、そのためには先ほど話した3つの、面、線、点の要素のうち、点の要素が、視線を止めてもらうために重要になります。点というのは、それ自体が見どころの役割を果たすので、そこで視線を一度止めて作品をじっくり眺めてもらえるようになります。そういった意味で、重要な点の要素というのは、線と線を、交差させることでも作り出すことができます。例えば、左のイラストでは、キャラの、顔の背後に赤い布の輪郭線というものを、ねじ込ませることによって、キャラの縦のラインと交差させつつ、それ自体が先ほど述べたキャラに戻ってくる、回帰してくるラインにも、なるように設定することができています。他にも装飾としてキャラに巻きつくベルトなどの要素というのは体の流れを垂直に切る要素であるので、一つ見どころとしてダイレクトに最速で、視線が流れ切ってしまうっていったような事態を防ぐことができます。僕自身の一つの経験としてはですね、水着や、下着の姿のキャラのを背中側から描くとき、
わざと背中側の紐をほどいて、見せることで、ちょっとイラストとして面白くできるんじゃないかと実践したことがありました。しかしながら、結果としては首からお尻に至るまでの背中の長い距離で点の要素を設定できなかったので、とても物足りない印象に終わってしまったんですね。この経験というのは僕にとってはかなり大きな学びでしたし、皆さんもぜひこのテクニックを利用した画面構成の試行錯誤とっていうのを経験として習得してほしいなと思います。感覚として落とし込まれて画面構成の革新に迫る成長を図ることができるんじゃないかなと思います。次は色についてのテクニックのお話です。こちらは、色相、サイド、明度のコントラストが高い場所へと視線が誘導されるというものになっていて、見どころの近くはメリハリを強く設定してあげて、逆にそこまで見てほしくないなっていう部分については、弱めに設定することで適切に視線を誘導することができるかなと思います。全部が全部メリハリ、コントラスト高く設定してしまうと、見る人はどこを見ればいいのかっていったところが分かりづらくなるというところですね。あえて抑えるっていったところもすごく大事というわけです。中でも、前回の講義で述べたように、色相、サイド、明度の中では、明度は物を認識するための一番重要な要素となっています。なので、キャラクターイラストにおいては、キャラの視認性を上げるためにも、キャラと、背景で明暗が逆になるように、ライティングを決めるのがとても、有効になっています。例えば、順光であれば、キャラは明るく、背景は暗く。そして、逆光であれば、キャラは暗く、背景は明るく処理する。ようにしてあげると、キャラのシルエットが浮き出てくれるので、すごく視認性が上がって、シルエットがわかりやすくなります。どちらかというと、明るい方が単純に目立つので、キャラを明るくする、順光の方が扱いやすいかなと思いますね。一方で逆光であるならば、明部の、明るい場所の情報量っていうのを抑えて、キャラの大部分を暗部のところの描写に力を入れるといったところが重要になります。ここはちょっと外れた話として、カメラの露出に関する知識になっているんですけども、露出というのは、カメラのレンズが受け取る光の量のことを示していまして、レンズの絞りを調節することで、多くしたり、少なくしたりっていったことができます。光を多く受け取るように設定した場合、明るい部分の微妙な明暗の違いっていうのを細かく観察することができるんですけども、逆に、暗い部分の、中の、微妙な違い、差っていうのは見ることができなくなります。逆に光を少なく受け取るように、絞りを調節した場合、明るい部分の微妙な違いが、見づらくなる代わりに、暗い部分で、細かく情報を読み取ることができるようになります。つまるところ、要点を話すと、コントラストの高いイラストだったりっていった時の制作を行うときは、明部と暗部どちらに集約を置きたいかっていったところを決めて、もう片方の描写というのをあえて抑えることが良いということになりますね。話がそれちゃったんですけども、色相サイド明度の、メリハリがあるところに視線は誘導されますよという、特に明度はキャラの、認識性を上げてもらうためにも、背景と明暗で、サンドイッチしてあげるといいよというお話でした。次は被写界深度というものの